どっち買うか迷った時、家帰ったら違う方買ってる時ある。思ってた方じゃない方買っちゃってる時あんねんね。チョコを買おうと思ってたのにね、小豆を買ってましたね。なんやろね、チョコ買ったのにね、小豆が入ってましたね。ということで今日はですね、さらにややこしい、チョコレートブリオッシュをだからチョコレートを私は今日は食べたかったので、チョコレートブリオッシュを作っていきたいと思いまして、改めましてですね、チョコ買ってまいりました。今日はこちらの材料でやっていきたいと思います。でですね、まずブリオッシュ生地ですね。卵とバターをたっぷり入れた生地がブリオッシュ生地ということなので、今日もバターと卵を入れて作っていきますね。で、豆乳をね入れましたけど、全然なんかこだわってるわけじゃなくて、牛乳がなかったので豆乳で今日はやってます。牛乳もね、なんか牛乳ないわと思ってそれだけ買いに行ったつもりが、スーパー行ったらなんかわけわからんもんいっぱい買ってさ、豆腐買っとこうかとかさ、わけわからんもんいっぱい買って、結局牛乳買い忘れる現象もねあるあるですよね。で小さいやん、もうこのチョコレートのこの湯煎装置全部小さいやん。なんかちょっとの量のためにさ、大きなボールとか絶対使いたくないなっていう強い気持ちがさ、わけわからん装置生み出してさ結局お湯こぼれるっていうね。でこれも小さいしなまあまあまあいいよ。でフィリングをね作るんですけど、先生はねヌテラを塗ってたんですね。ただちょっとお家にいないから適当に作ってみましたけど、緩かったかな。ただ塗る段階でね、なんかもうちょっと硬くなるかなと思ったんで、これぐらいにしときますね。では生地出来上がりましたと。今日はねちょっとやってみたい成形がありまして、まずこの4つのボール玉作りますね。じゃあ、丸く4つ伸ばしましてやっていきます。まずは生地にフィリングを塗り重ねていくと。端っこ多分はみ出してくるから、ちょっと残しでどんどん重ねていきます。いいですね。では次これを8等分していくと。もう全部切っちゃいますね。いいですね。でちょっとその縁のところを残しながら、さらに16等分のところで切れ目を入れていくと。でなぜ今なのかこの中途半端な状態で型の底を入れていく謎の工程入ります。ただちょっとね入らなかったね。だから今入らんくてどうすんねんっていう気持ちもあんねんけど、ちょっと一旦現実逃避していくと。で切れ目が入れ終わったら端を折りまして、今日ねお花形みたいにしたいの。そう、これをね、この先生のやつを目指してて、この先生のリンクも貼っときますね。これをやってみたいんですね。でお花形にしていくと。こっからすごい大事なんで聞いといてもらっていいですか。今型に入れましたね。ただ今日型に入れなくていいらしいです私謎の思い込みで型に入れなきゃって思ってずっと作ってるんですけど、型に入れなくていいみたいですなので
そこだけ皆さん注意してください。ではですね、なんやろね、なんで思い込んでたんやろね。で塗りましてと、じゃあ焼いていきますね。どうなるかな。いや、これだけ見たらさ、肩もねすんなり取れて、これだけ見たらどう？なんか美味しそうなパンなんやけど、でもワイルドやな。そうこれ肩に入れたから真ん中の盛り上がりすごいよね、ちょっとね。いや、美味しそうは美味しそうよ。いや、いいのよ。美味しいのがだって一番だものね。いいんだけど、ちょっとワイルドだな。じゃあ切ってみる？どうだい？中がさ、いやめっちゃ良くない？中生地もさふわふわやし、このマーブル具合がさ、おしゃれじゃない？どう？切ったらいいよね。ちょっとこうやって置いてみたりして。いや、いいよね、切ったらね。いただきます。味はめちゃくちゃ美味しい。チョコのフィリングがちょっと甘さだいぶ控えめやから、甘いの好きな人はもうちょっとお砂糖入れたらって感じやけど、なんかさ、生地もさシフォンケーキみたいな、やっぱ肩に入れたからなんかすごい美味しくできましたね。見た目がだいぶワイルドな、チョコレートブリオッシュ今日作ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。皆さんはぜひ先生のねレシピ貼っときますので、それを参考に作ってみてくださいということで、本日の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴いただいた皆さん本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。